はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回はこちらゲームサの G7SE にすごく大きなアップデートっていうのが入ったので、そちらをね、ちょっと見ていきたいと思います。どんなアップデートかっていうと、設定ソフトの方がね、だいぶ良くなってですね、カスタムカードカーブが設定できるようになったりとかしてます。ただね、他にも結構いろんなところに細かく修正が入っているみたいなので、詳しくね、ちょっと見ていきたいと思います。まずはアップデートの方やっていきたいんですけど、まずゲームサーネクサスのバージョンをですね、2.0.8 っていう風に2以上のものにしますね。これはマイクロソフトストアの方で、アップデートすることができます。で、ゲームサーの、G7SE を接続したらですね、このように出てくるのでアップデートします。はい、6.5.4 っていうのが、撮影時点での最新のファームウェアのようですね。はい、アップデートします。はい、だいたい50秒ぐらいでアップデートが完了しました。はい、再キャリブレーションは絶対やってくださいということです。なので、これ確定を押すとね、再キャリブレーションのモードに入るみたいですね。はい、初期1位にあることを確認してください。で、次へ、センタリング中。はい、RT、LT を1、2、3回、トリガーをスティックを3回ですね。ぐるぐると回して終了ですね。はい、できました。そしたら、設定の方を見ていきたいんですが、トリガーのデッドゾーンの設定ができるようになってます。ポーリングレートが 1000Hz まで上げられるようになってますね。で、ボタンの設定とかが、もちろんできるんですが、これは私は X と A かな。はい、でスティックの方なんですけど、このように最初デッドゾーンがね、設定がリセットされちゃうので、10入ってますので0に合わせて、ローにして、右スティックも0のローにしようかな。で、感度カーブの調整がですね、このように、3つの点、正確には5つの点ですね。で、調節ができるようになってます。これが素晴らしいですね。これでリニア化設定っていうのを出すことができるようになったと思うんで、これからちょっとね、リニア化もやっていきたいと思います。はい。あとはトリガーが、トリガーもカーブの調整っていうのができるんですね。で、ヘアトリガーモードとかがあって、で、デッドゾーンが変えられると。アウターだけ100にしよっかな。ちょっとね、G7SE のトリガー結構敏感なので、アウターだけ、100にしておきます。振動度の設定とかがいろいろとできますね。強さがデフォルトでは3になっていて、5段階ですね。無効もできますっていう感じですね。はい。で、アップデート、はい、バージョン 6.5.4 っていうのが最新みたいです。ということですね。はい。だから、ちょっとリニア化見ていきたいと思います。はい。で、リニア化の方をね、やってきました。アップデート後のね、デフォルトの感度っていうのがこの、水色の線になってます。このね、水色の線も結構悪くなくてですね、結構このリニアな、ピンク色の線に沿っているような感じで、中立付近はね、いっていてですね、徐々にこう可動域が、反応する領域が狭いおかげで、後半部分高感度になっているっていう感じになってます。これをですね、リニア化この設定ですね、2の3、10の12、40の48っていうね、3つの点で修正したものがこの濃い青色の線です。で、こちらの設定ですね、ややね、高感度すぎるかなっていうところがあります。これがリニアとの誤差で、なるべく線形に近づけようとするとですね 20% 高感度になるんですが、これだとですねちょっと FPS ゲーム辛いかなって正直、使ってて思いました。特に Apex Legends なんかはですねこれだけ、20% も高感度だとかなりですね難しいなっていう感じがしたのでですね、私はデフォルトの何もいじらないですね直線の、設定上直線のですね、設定ですねこの水色の線の、感度で使う方が強いかなっていう風に感じました。それは、ちょっと後でゲームプレイも見ていただきたいんですが、そちらで詳しくお話ししたいと思います。はい、それでもう一点ですね、アップデートによって変わったところっていうのがあります。それがこちら、このスティックをねちょっと倒していくとわかるかなと思うんですけど、結構値がこう震えるようになったんですよね。今までは結構同じね値でずっとこう
変わらないっていう状態が、続く傾向にあったんですけど、いわゆるノイズフィルターみたいなものっていうのがですね、かからなくなったっていうところが、今回のアップデートでのね大きな、更新かなと思います。なんでこれ結構ね、遅延の方を考えてですね、ノイズフィルターを外したんじゃないかなというふうに考えたんですね。というわけでね、遅延の方も実は測っていきました。はい、それでね、ゲームサー G7SE の遅延の計測結果っていうのがこちらのグラフになります。今回もね、ゲームパッド LA さんが配布している GPDL っていうね、ソフトウェアで、遅延の計測を行ったんですが、これ2つのグラフがありますが、これがね、ボタンの遅延とスティックの遅延を両方測った結果です。これ前回の T7 Pro フローラルの時もそうだったんですけど、ゲームサーのねこのノイズフィルターがかかってないスティックっていうのはものすごく遅延がね優秀なんですよね。ボタンの遅延とほぼ変わらないぐらいの遅延しかないっていうねことで、これがすごく優秀で、しかも遅延の値もすごく優秀でした。はい、遅延の値っていうのがこちらですね。ボタンの方が平均 3.08 ミリセカンド、スティックの方が平均 3.15 ミリセカンド、最大でも 4.67、4.87 っていうことで、非常にこれはですね優秀でした。ポーリングレートも 1000Hz 出るようになっているのでですね、実測値で 990Hz っていうことで、非常にポーリングレートも遅延の値っていうのも優秀なコントローラーになったっていうことですね。デフォルトのままで、感度もね Apex とかでしっかり使っていきますし、もうねこのファームウェアアップデートさえしてしまえばですね、箱出しで、Apex で使えるコントローラーになったっていうところはすごく大きな、進化なんじゃないかなと思いました。はい、ここからはですね、ゲームプレイを見ていただきたいんですが、これが、リニア化した方ですね、高感度な方の、設定でね、プレイしている様子になります。ショットガンとかも含めてですね、ちょっと 20% 高感度になるとかなり高感度すぎてですね、うまくフリックエイムもできないっていうような状況でした。リピーターとマスティフみたいなね、フルオート武器よりはまだちょっとマシかなっていうので使ってみたんですけど、特にね中遠距離でリピーターを打ったりするのもかなり難しかったです。逆にこういうね、ここもねあんまりうまくはいってないんですけど、まだこういうフルオート武器で超近距離戦での OEM とかをする方がまだマシだったかなという感じですね。かなり、当てづらかったっていう印象がありました。なんでリニア化してもね、いまいち、うまくいかなかったかなっていうふうに思います。これまで G7SE は Steam 入力でリニア化設定っていうのを紹介してきていたんですけど、そちらに関してもですね 20% 高感度ってことで今改めてね、思うと結構扱いづらかったのかなっていう気はしますね。でこういうねスナイパーライフルとかでね遠距離を狙う場合とかでもですね、かなり、繊細な微調整っていうのをするのがとっても神経質な感じがしてですね、非常になんていうかですね緊張しながら狙っているっていう感じになってしまいました。そんなわけでですね、試しにデフォルト感度でね、やってみた様子っていうのがここからのゲームプレイになります。これがですね圧倒的に当てやすい感じがしてですね絶対的に私にとってはですねこっちの感度の方が良かったっていう感じですね。でこれねどうしても人によるかなと思います。私はそこまで高感度な、エイムっていうのが得意じゃないので、ちゃんとね、リニアな43リニアの感度で順行とね同じような操作感に近づく方が良かったのかなって思うんですけど、多少高感度でも扱えるっていう方はね意外とそのリニア化設定をした方のね、感度でも当てていけるのかなっていう気がしますね。多少離れているところでの R99 のエイムとかもね、私にとっては当てられてるかなっていう感じがね結構しましたね。どうしてもね、思ったより当たらないとおじけづいてしまってですね、なかなか前に出づらくなって、それで
戦闘が長引いてね、玉振られたりしてなかなかうまくいかなくなるっていうね、そういう負の連鎖みたいなとこあると思うんですけど、これだけ当たるとどんどん前に出ていけますし、すごくねやってて楽しいマッチでした。なんで最初はですね、デフォルトの方の感度で使ってもらってですね、ちょっとこれじゃあ、感度が遅いなって感じられる方とかはですね、リニア化設定の方も試していただけたらいいのかなっていう気がします。結構ですね、どっちの感度も10試合はやったかなっていうぐらいみっちりと試してみてですね、私にとっては、デフォルトの感度の方が、扱いやすかったっていう感じでした。以上ですね、ゲームサー G7SE のアップデートについてちょっと、見てきましたがいかがだったでしょうか。ものすごくですね、力の入ったアップデートだったなというふうに感じます。ちょっとね、アップデート直後はいろいろと不具合があったりしてですね、ちょっと、混乱があったようなんですが、今はね、安定してアップデートしてね、使うことができるようになってるみたいです。すごくこれはいいアップデートでね、もうリニア化っていう設定をいじる必要がね、なくなったんじゃないかなと私は思います。どうしてもですね、ハードウェア的に制約があってですね、こう倒れる角度っていうのが狭いっていうね、ところがあるのでですね、どうしてもですね、高感度な部分っていうのは出てきてしまうんですけど、それでもね、全くこのデフォルトの感度でね、FPS ゲームで使っていけるコントローラーなんじゃないかなと思います。よかったらですね、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、以上、モノルーでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。